皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、過去に日本で起きたパニック買いについて振り返って、同じミスをしてもいけないし、当時と今起きているリスクとの違いなどを考察していこうと思い動画を作成してみました。今回の動画は、1、人をパニック買いに駆り立てるものは何か。2、それはなぜ起きるのか。3、パニック買いによる被害を出さないようにするにはどうしたらよいか。4、今現在どのような行動をしたらよいかについて考察してみました。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、1、日本人としての自信と誇りを取り戻す系の話。2、戦後の日本が受けている嘘情報系の話。3、日本の安全保障系の話。海外で起きている情報を共有。4、日本の歴史ミステリー系の話について情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今現在、世界では本当にいろいろなことが起きていますが、皆さんは日々どのように情報を集めていますか？コメント欄には視聴者様からの貴重な情報が提供されており、私は本当に助かっています。前の動画でも言いましたが、今のインターネット技術というのは本当にすごくて、一人一人のネット検索履歴や購入履歴、移動情報など、ありとあらゆるビッグデータを取得し、AI が分析して一人一人にカスタマイズされた情報を提供してくれています。これは大変便利な機能である反面、偏った情報が集まりやすいという欠点もあります。そういったことから、私は時折 Google Chrome のシークレットモードという履歴を一切残さない方法で何が表示されるか確認したりしています。なので、私のチャンネルに訪問してくださった視聴者様からのコメントは、大変貴重なものだと感じています。まだまだ弱小チャンネルですから、一人一人へのコメント返しは可能ですので、どうぞお気軽に書き込みしてください。ということで本題に入りますが、今回の動画のテーマは、今起きている世界情勢を受けての対応が二極化されているというところです。世界情勢について情報をつかんでいる者にとっては緊急事態と感じているのですが、そうでない者にとっては全く反応が逆で、ネット上では食糧危機や食糧備蓄を進めている多くの YouTuber や SNS 投稿に対して、いたずらに不安を煽っていると非難しているシーンも見られます。その根拠となったと思うのは、まだ記憶に新しい出来事として、2020年3月25日に行われた小池都知事による記者会見によって起きたパニック買いではないでしょうか。当時は、まだ例の病気について得体の知れない不気味なものとして多くの方が不安になっていた時でしたので、そうした時に、都内で41人の感染者が確認された時点で、小池都知事は感染拡大の重大局面という言い方をしました。さらに都民に対して外出しないよう要請したことが不安に不安を呼び、食料の買い占め現象が始まったのでした。もちろんテレビなどでも SNS 上の情報を集め報道し、誤解を生じるような発言をしたことがテレビ、新聞を情報源としていた人たちの不安を煽ることになったようです。結局時間が経ってみると食料危機など起きなかったというわけですね。そのような経験を踏まえ、今話題になっている食料危機について不安を煽ってはいけないという意見もあるのでしょう。これはこれで理解できます。ところが、当時のパニック買いを冷静に見ていた人たちもいました。それはどういう人たちだったのかというと、いずれにしても結果論となってしまいますが、少なくとも日頃から災害国日本に住んでいるという認識を持っており、日頃から食料備蓄、日用品の備蓄をしていた人がパニック買いは行わなかったと思います。つまり何が言いたいかというと、情報源というのは大切だし、SNS ではこう言っているけど果たして本当なのかというように考察したり、冷静な判断はとても大切だと思います。こういうことは日頃からの心がけということになると思います。おそらく今後は情報を持っている、持っていないによって生存の危機が脅かされることになることは間違いなさそうです。私はサバイバルのような訓練も経験もないのですが、サバイバル訓練を受けている人というのは、あらゆる状況に対して対策、準備して生き延びるということに主眼を置いていると思います。私は建築関係の仕事に就いていた時があったのですが、その際受けた訓練が危険予知です。工事現場のイラストを見せられ、そのイラストを見てどんな危険が潜んでいるかという訓練です。そうすることで労働災害を防ぐ、安全対策をするという訓練を受けました。その際、正しく危険予知をするために必要なのが、過去の事故災害事例です。どのような原因で事故が起きたのかというデータを持っていることで危険予知ができます。これは今世界で起きていることの情報を集めることと似ています。
テレビ、新聞などを情報源としている人は間違いなくミスリードされていくことでしょう。誰でも急なハプニングに対して冷静でいられるわけではありませんが、少なくとも2022年2月24日から始まったウクライナ・ロシア紛争に端を発したエネルギー危機、そして物価高につながる現象については情報収集する時間的余裕があったと思います。今の時代、世界ではあまりに多くの出来事が起きていて、それらのどれをとっても日本とは無関係ではいられません。そのような情報を組み合わせることで何が起きるのかを考える必要があります。私も情報発信をしている多くの YouTuber さんのチャンネルを見ています。その中には都市伝説と言われているものやブレイキングニュースなど多岐にわたります。今また中国では新手の病気が蔓延している情報があふれてきました。それによってまた日本の経済状況に影響は出てくるでしょう。本当に判断が難しい時代になってきたと実感しています。そして陰謀論という便利な言葉もあって、真実を語る科学者にもレッテルを貼って否定するということも起こっています。もちろんそのタイプの人たちにもいろいろいるのでしょうが、少なくとも世界情勢について情報にアンテナを張っていた人たちは一般的な情報処理とは違っていたように思えます。すでに2019年の年末時点で中国の SNS 上では路上で急に倒れ痙攣している人の動画がアップされていました。私はその映像を見た時に恐怖を感じたのを覚えています。しばらくするとネット上では著名な科学者たちが警鐘を鳴らし始めました。その内容についてあまり詳しく語ることはできませんが、要は報道に騙されるなということです。これらの内容については科学的ではないということで情報発信に対してかなりの規制があったわけですが、科学的エビデンスを持って情報発信していた科学者たちの発言が制限されていましたね。パニック買いが起きるという現象は、情報がなく不安に駆られている人たちの行動が拡散されることによってものすごい勢いで広がっていきます。そうです。普段から情報を持っていないのです。テレビ、新聞ではそんなこと言ってなかった。政府はそんなことするわけがない。何かあったら政府が何とかするだろうという考え方が多いのではないでしょうか。少なくとも私の周りの人たちにこういった話題を振っても似たような反応です。今、日本では直近3年間に起きた例の病気の蔓延と間違った世論、対策によって経済的ダメージを多く受けた人たちが大量にいると思います。その上で、ある一部の者たちによる利権争いによって引き起こされている紛争でエネルギー問題、食料問題が起きているので本当に頭が痛い状況です。おそらくこの先まだ混乱は続きます。もしかしたらこれからが本番かもしれませんが、最低限やれることはやっていくしかないと思います。何が起きてもパニックにならないように情報を集めることは必須ですし、私もできる限りのことをして情報を発信していきたいと思います。いかがだったでしょうか。今起きていることは、電気代、ガス代が上がるので節約しましょうという生優しいものではないと思います。ぜひ自らあらゆるジャンルの情報を集めるようにするか、そういった労力をかけて情報を集めている人の情報に触れるかをしてください。情報を集めるという行為は本当に時間も労力もかかりますが、共に情報をシェアしながらこの難局を乗り越えていきましょう。最後にこの動画をご覧の視聴者様の中で、食料備蓄についてのアイデアや取り組み、その他感想、意見などございましたら、遠慮なくコメント欄にてシェアしてください。きっと多くの方の考察にお役に立てると思います。以上で、今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。